ノーマルっていうのが e バイクの通常モード、それよりも通行し場合はスポーツモードで、下り坂の時はエコとかでスピード調整しながら、平地でノーマルとかで走ってもらい、スポーツで上り、それぞれのモードで伸びを感じてもらって、一組のこんだけ伸びるんだなっていう。ただいま。ありがとうございます。地元野菜とか。あと。結構大きいんですね、滝幅が。騙されてますよ。滝じゃないんですか。カルマの滝はあれなんですよ。あれか。あっちか。あれ。これは学びのポイントがあって、これから走っていく道の間に同じようなこういう小さな滝がいくつか土砂がこうやって崩れてくるんですよ、このエリア。それを事前にせき止める意味でのそういう堰堤っていうのがいくつかあります。で、タルマの滝っていうのは先ほど説明した通り、この奥にある細い滝がタルマの滝で、これは、平湯川っていうところに作られた堰堤になってます。日本でも珍しいんですけど、堰堤の中に入れるゾーンがあって、だよ。大規模な堰堤の一つのなんかここもライトアップしたら綺麗そうですね。冬場はライトアップしてるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ダウンでライトアップ。なんかすごい絵になりそう。そうですよね。
しょう。みゆさんがめっちゃ可愛いよね。あはい上高地から見えるとこですね。どういう感じがいいか何が正解なの？はいそれでは発車いたします。左側扉の開いてる方へお進みください。今日は6度と冷え込んでおります。はい、もう寒気入っちゃったからね。もう寒気入ってくると暖かい空気と混ざったら雲に戻っちゃうんで。ありがたけど。あ残念。西穂田山荘から西穂高岳、ジャンダルム、前方唐沢、槍ヶ内木正面は岐阜県単独の名峰、最高峰の笠ヶ岳とかさっき言った釈上岳。天気良ければこっち側に奥に白山、白山石川との県境の白山。富山とあ、そうですそうですそうです。確かにかわいい。それでは発車いたします。あどうぞどうぞ。
か。そうですね。はい、もうかなり少ないので、今全国ではここだけですね。この本が。はい。お店にはお出しに行っているので、7割ぐらい少なくなります。はい。温泉の成分っていうのは、例えば平井の森の成分的なことでいうと、皆さんが家で入浴剤を入れたとしますね。これの10倍の濃さあるんですよ。雰囲気いいね。いいよ、決まり。私はこれにします。それでいいですか。はい。すごい大きい。とろろ味がついておりますので、たっぷりとかけて泳がすように。で、薬味を少しかけて召し上がって。で、このあんこそばにもとろろをかけて、とろろそばにしていただいて召し上がってみてください。どうぞ。すごいね。なんか入れてもなくなるよね。そう、食べちゃう。
まずお寺のね説明をさせていただきます。このお山は今朝山千光寺と申しまして、現在和歌山県の高野山が本山になっておりますが、山の開創は今から1600年前、両面宿儺という豪族によって開かれたわけですね。約1200年前に高野山を開いた弘法大師の弟子親如親王が密教の道場として建てたもので、岐阜県というか高山の方では市内の国分寺と並んで平安時代からあるお寺は、唯一このお寺と国分寺になります。本堂の方は、これから行きますけど約400年ほどの建物になっています。一応今日は平日で閉まってるんですけど、特別に今開けるところなんです。ラビリンスといってですね、もともとギリシャから始まるんですけど、歩く瞑想の道で交差じゃなくて一本道なんですね。だからこれで約500メーターくらい歩くんですよ。で最後はあそこにたどり着いて抱きついて、でもう安心して、だから入るときは不安だけど降りる帰ってくるときは同じ道歩いてくるんですけど、こう安らいだ気持ちで帰ってこれるという。ストレスの一番最大の要件は何ですかって、職場の人間関係というのが、ね、一番大きいんですね。でそれから仕事の量と質の問題。皆さんはでそれでここがそれを展開する一つの、センターというか、私はずっと東京の聖路加病院の聖路加タワーというのがあるんですよ、築地に。跳躍をしますから。自分の中心ね、真ん中を意識してずっとそうやって持ち上げていって、思いっきり吐く。斜め下に手を置いて、そして足もね気持ちよく開いてください。もう少し体の各部分を緩めていきます。次に目とまぶた、目の奥の緊張も緩めます。腕はどんどん重たくなって床に沈んでいくような重たい腕を感じています。もうお疲れ様です。で、この奥のレストランお越しくださいませ。はい。で、皆様のお部屋5階になります。こちらに番号記載され。こちらで稲猫町といいまして、夜になるとちょっとにぎわう地域なんですが、この辺が。
この中に屋台ではないんですけど、屋台ぐらいのちっちゃいお店が12軒3軒並んでるんです。なのでちょっとこう飛騨のジビエを食べてみたいとか、このお寿司屋さんも本当2人で1人前をシェアしていいって。こちら下のグレーの部分にシャケ飯入ってます。シャケ飯飛騨地方の炊き込みご飯となってます。お茶の取り皿としてご利用ください。ご飯と味噌汁おかわり自由となってますので声かけてください。はい。わあ、すごいよ、なんか。これみたらしってやつ。夏目ってですね、あんまり、他の地域で食べられないと思うんで、甘く煮て、食べるというですね習慣があります。この朝市、観光客にももちろん人気なんですけれども、地元の人もですね、やっぱりスーパーで買うよりも新鮮なもので安くですね、お野菜、それから果物が買えるということで、結構地元の人たちもですね利用されるですね、知ってますか？知らないですか？ここにはですね、大使大人で、山岡鉄舟というですね、人です。書いてあった。このお団子ですね、非常に、他の地域とちょっと違うんですね。他の地域ですね、1つの串にですね3つ刺さっているのが一般的なんですけれども、高山のお団子は5つですね刺さってます。そして放流していると。で、放流された行為ですね、いつの間にか台風とか来るといなくなってしまいまして、流されるということになります。高山は非常に火事が多かったので、防火用水として使われているんですね。はい、特にですね、建物ですね、連なってますよね。全部連なっているということで、もし火事が起きてしまうとすぐに燃え広がってしまうということがあります。ちょうど水路の上にですね、この屋根が来るようになっていたというふうに言われております。実際にですね、右側が船坂酒造店、左側が原田酒造店ということで、両サイドでですね、お酒造りも行われているんですね。ご案内します平瀬酒造店ですね。はい、大きなね看板が掲げられてますけれども、その茶色から緑色に変わったのをですね、近所の人たちが見て、新しいお酒ができたんだなと。でですね、どれぐらい経ってると思いますか300年。300年、ありがとうございます。はい、実は平成酒造店創業400年を迎える老舗の酒蔵なんですけれども、100年前ですね建てられた建物になります。安産のお守り、それから子どもの安全祈願を祈ってですね、小さなお子さんがいる家庭、それからですね、妊婦さんに贈られるお守りになっているんですね。はい、今ですね、事務所の中に生まれた方が社長なんですけれども、彼のお父さんも平瀬一兵衛さん、彼のおじいさんも平瀬一兵衛さん、15代目のですね、今平瀬一兵衛さんになるんですね。でそこの番号が振ってあるですね、丸1階で充填ですね、お酒の充填がされた後、その後ですね、キャップを貫いて、このお米、平誉れと書いてありますけれども、お酒を作るためだけに作られるんですね。はい、仕込みのタンクがある部屋になります。ね、飲んだ後持って帰っていただけますからね、このカップね。はい、はい、普通のですね、になる原料になります。この辺りで、取れるですね、非常に
最初のお酒ですね、非常に若いお酒なんですね。で、ここからここの違いはですね、お米の中心の部分だけ、使ってますんで、雑味が少なくなるというですね、言われ方をしているんですね。お米の種類を変えたお酒ということで、4種類のですね、違い分かっていただければなと思います。はい、入れますか。非常にこのちなみに平瀬一兵衛さんの1位の一等堀で作ってもらったこういうかわいいこれも作ってもらってすごい本当に木だ木のネクタイでこうちゃんとパラパラパラってこうなるすごい木のネクタイでノクターレさんが作ってる、ノクタイという飛騨弁でいう温かいっていう意味のノクタイです。買いました。やった有名なお店です。はい。もともと本店が別のところにあるんですけれども、そこの近くに野良猫が多かったというところからですね、このオマージュですね、作るようになったというふうにですね、聞いています。こんにちは。こんにちは。高山にしかないですね。ちょっと羊羹との中に栗が入ってるんですね。ビケを一つ。はい。はい。ロシアンブルーの一つ。はい。リオセ一つで。はい。